はい、そしたらですね、今、アーティチョークの畑の方からちょっと移動しまして、こちらのじゃがいもの圃場の方に来ました。なんか武井さん、これ見させていただいて、なんか一般的なじゃがいもとは何かこう草の姿が違うように見えるんですけれども、これも武井さんこだわりのじゃがいもですか？品種が、はい、今植わってるのは全部フランスの品種フランスの品種で、例えばメイクインであるとか、はい、シャドークイーンとかノーザンルビーとか、は今最近流行ってるようなじゃがいもも前ブームが終わっちゃってるので、はい作ってないです。で、今までの男爵とかメイクインをじゃがいもの第1世代、はい、第2世代はノーザンルビーとかそういう色物、なるほど、シャドークイーンとか、はい、で今作ってるのも第3世代と言っていいと思うんですけど、はい、調理法に特化した品種、まずは料理に特化した品種ってことですね。まずデフラっていうのがあって、はい、これがデフラ、これはね、もう特徴としては真っ白いんですけど、はい、ポテトサラダとか、特にマッシュポテトに適している。なるほど、マッシュポテト、でこの辺にあるのが、はい、レッドカリスマって言って、はい、これは煮物とか、はい、あとこれもポテトサラダにはい、適していて、奥にあるのが、サッシーって言って、はい、これはポテトチップス用に開発された品種なんですよ。なるほど、だから油の使った料理に特化してる。特化してるんですね。だからあれでフライドポテト作ったらもう最高。今ちょうどこう抜いた後っていうところがじゃがいもが転がってますけど、これってもう出荷されないやつなんですか？うちの武井ファームの、ポリシーというか、はい、全て掘っちゃって、はい、貯蔵するっていうことはしないんですよ。今日発送する日に掘るんですね。その場で掘るってことですね。でここに転がってるのは、要は掘った時に見た NG 品です。NG 品、掘ってみましょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。これね、デフラですね。デフラなんですけど、はあ、この時点でだいぶ色も白いですね。白いです。こういうのあるじゃないですか。はい、NG だから捨てちゃう。なるほど。これ1個ずつにこうやって見るんですよ。だから10キロぐらいこうやって虫入ってるじゃないですか。はい、でこれこうやったら虫いなくなったら穴が開いちゃうじゃないですか。はい、これ、はい、もう NG、 うちは。なるほど。でこれの NG、はい、じゃあこれを出荷しようとしてもかなりこの場で手間がかかるっていうことですね。この場で、もう、選別をしちゃうんですね。でここちょっと赤くなってるじゃないですか。はい、これね多分大丈夫なんだけど、剥いてみて、はい、奥にちょっと赤くね、5ミリぐらい入っちゃう可能性があるんですよ。はい、で剥いちゃえばいいんだけど NG。 すごいですね。今一株の中から1個しか取れない。 OK なやつが1個しか取れてないです。だからどうしても一番いいのは、はい、先に掘っちゃってば貯蔵した方がいいんですよね。どんどん虫入ってきちゃうから。はい、でよくこうやって捨てると、はい、こんな話をすると、捨てちゃったのもったいないから、はい、それでいいからくださいとかっていう人がいるんですけど、はい、その NG を拾うのも面倒くさいし、なるほど、労力がかかっちゃうし、だからもうそんな時間がないんですよ、うちには。デフラあるじゃないですか。はい、これで作ったマッシュポテトは半端じゃないですよ。いやー、これ見てるだけでも今まで見たじゃがいもとは全然色味も違いますし、これ触った感じもかなり表面もきめの細かい感じがしますね。こんな感じで、はい、バーって掘っていくんですよ。はい、そうするとだいぶこれ今2株掘って2個ですから、だいぶ数が取れる数は少ないってことですね。少ない。だから NG はいっぱいあるんですけどそれが今ここに出てきてるわけですね。そう。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はここちら。何やってんねん